はいどうも、ベイメットチャンネルです。本日は、日本トップブレーダーたちのカスタムで、シルバーウルフの性能を100回戦で徹底検証してみた。先月開催されたエクストリームカップ決勝トーナメント、みんなはもう見ただろうか。トップブレーダーたちのカスタムやシュート、敵構築や戦略はとても参考になるので、まだ見ていないブレーダーは公式ベイチューブチャンネルのアーカイブをぜひ見てほしい。その決勝トーナメントでも活躍していたシルバーウルフは、上から見ると綺麗な円の形で突起が少なく、横から見ると台形のようなブレード形状のおかげで、弾かれたとしても浮きにくく、オーバーエクストリーム層に入りにくい特徴がある。そんなブレード形状とそこそこの重量、持久力も高いという点から、スタミナタイプでありつつディフェンスタイプのお手本のような特徴を持っている。本日はそんなシルバーウルフの性能をエクストリームカップ決勝トーナメントにも採用されていたロットボール、ホエールローフラット、ペガサスラッシュ、ドラグーンエレベートを相手にそれぞれ25戦ずつ合計100回戦で徹底検証していくぞ。まずは対ロットボール戦で持久力と弾き性能を集計していく。指標としてウィザードロットは大会用ではなく単体持久は3分程度の個体、シルバーウルフは単体持久2分30秒程度で調整した個体で検証していく。25戦やってみた結果は、ウィザードロットのスピンフィニッシュ数は16回、シルバーウルフのスピンフィニッシュ数は6回、トータル弾き回数は43回、1秒あたりの弾き回数は 0.03 回、平均スピンタイムは 54.48 秒という結果となった。次はホエールウェーブのローフラットカスタム。決勝トーナメントでも複数のトップブレーダーが採用していたアタックカスタムだ。ホエールウェーブはドランバスター、シャークエッジに次ぐ3位の攻撃力を持ちながら、バスター、シャークよりもスタミナがあり高重量ということから、最も扱いやすいアタックブレードとなっている。ローフラットカスタムにして斜め打ちすることでアッパー攻撃によるオーバーやラチェットバーストを狙っていく作戦だ。25戦やってみた結果は、シルバーウルフは21ポイント、ホエールウェーブは12ポイント、バーストフィニッシュ4回、オーバーフィニッシュ2回という結果となった。続いては、エアロペガサスのラッシュカスタム。こちらも決勝トーナメントで複数のトップブレーダーが採用していたアタックカスタムだ。エアロペガサスはホエールウェーブに攻撃力は劣っているが持久力は勝っている。同じくスタミナが高いラッシュビットと合わせることで攻撃チャンスを増やし、対アタック系カスタムにはスピン勝ちも狙えるというエアロペガサスの強みがうまく活かされているカスタムだ。25戦やってみた結果は、シルバーウルフは21ポイント、ペガサスラッシュは9ポイント、オーバーフィニッシュ2回、バーストフィニッシュ1回、エクストリームフィニッシュ1回という結果となった。最後はドラグーンエレベート対シルバーウルフエレベート。これはトーナメント1位のタスキ選手が採用していたカスタムだ。
今までのバトルを見てわかる通り、シルバーウルフはアタックタイプには強いが、ロッドボールには持久負けし、一般的なボールやフリーボールカスタムであれば、ドラグーン E にも負けてしまう弱点がある。要は、相手がロッドボールとドラグーン E をデッキに採用していた場合、3分の2の確率で対策が難しい不利対面となってしまう。しかし、シルバーウルフにエレベートビットを採用することで、ロッドボール対面ではあえて攻撃的な動きでオーバーエクストリームフィニッシュを狙い、ドラグーン E 対面では送り合いで有利を取れる可能性が高い考えられたカスタムだ。戦やってみた結果、ロッドボール戦は8対20、ホエールローフラット戦は21対12、ペガサスラッシュ戦は21対9、ドラグーンエレベート戦は21対13という結果となった。まず、ロッドボールによるシルバーウルフの基本性能から。弾き性能については、1秒あたりの弾き回数はロッドボールと同じ 0.03 で、ディフェンス、スタミナタイプにおいては、弾き性能は低ければ低いほど弾かれにくいということになるので、戦術に合った値と言えるだろう。一方、シルバーウルフの特徴である浮き上がりにくさについても、過去のロッドボールの検証データと比較してみよう。ホエールローフラット戦、ペガサスラッシュ戦ともに、シルバーウルフの方がオーバーエクストリームフィニッシュ数を抑えられていたことから、弾かれにくさは同じでも、防御面ではウィザードロットを上回る性能だということが判明した。スタミナ面については、対ロッドボール戦で約 27% もスピン勝ちできており、しっかりと調整さえしていれば、全く歯が立たないわけではないようだ。勝てた試合を見ていると、ウィザードロットが大きく弾かれてスタミナロスをしたというわけではなく、体勢を崩させてそのまま抑え込んでいたので、フリー回転馬によって相手の起き上がりを防げていたのかもしれない。最後にエレベートカスタムによるドラグーンエレベート戦については、送り合い勝利率が 88% ということで、予想通りシルバーウルフの圧勝という結果となった。ドラグーンエレベートの採用率が高いうちは、選択肢の一つとして考えてもいいカスタムだと感じた。しかしメリットばかりではないので注意が必要だ。まず一つ目のデメリットが、ロッドボールだけではなく、一般的なシルバーウルフのカスタムにフリー対面になってしまう。しっかりと調整さえしていれば、ロッドボールにもスピン勝ちできる可能性があるところを、エレベートビットにすることでその可能性がなくなってしまう。周りのブレーダーのドラグーンエレベートやシルバーウルフの採用率からしっかりと考える必要がありそうだ。2つ目はエレベートビットのビット抜けのバーストリスクだ。ドラグーンエレベート戦でもホエールローフラット戦と同じ4回のバーストが発生してしまっている。ほぼスピン勝ちで1ポイントを獲得できるところ、バースト負けによる2ポイントの失点のリスクが高まるという点は忘れてはいけないだろう。ということで、シルバーウルフは確実に環境トップクラスに入るベイだが、苦手とするベイの採用率も高いため、無条件でデッキに採用するというよりは、環境や相手に合わせて採用すべきベイだと考えている。ぜひみんなのウルフカスタムや採用基準についてもコメント欄で共有してくれ。ではチャンネル登録コメントでみんなのリクエストも待ってるぜ。次の動画でまた会おう。アディオス。